はい、YouTube オーノマン TV のオーノマンです。本日の動画は例の同居問題がその後どうなったかについてです。もし本日の動画が面白いと思った方はいいねとチャンネルの登録をお願いします。まず簡単にこれまでの経緯をお話ししますと、ある日の夜、私が正社員時代に職場で一緒だったことのある女性から数年ぶりに LINE にて連絡がありました。その女性は現在40代後半になります。何年間か私はその人と職場が一緒で、職場内の仲のいい人たちとたまに飲みに行ったりしていました。だから職場にいたただの同僚というよりも仲は良かったです。その女性は今退職を考えていたようで、私にどのようにして会社を辞めたのかを聞きたかったみたいです。上司にどう話を切り出したのかですね。ただ私の場合は会社からの転勤を断っての退職だったので、彼女の疑問には答えられませんでした。今現在彼女は北海道の地方都市に住んでいて、もし会社を辞めた場合は私が住むここ札幌に引っ越してくると言ってました。そしてその時ですね、私が今この一軒家に親父が亡くなってから私一人で住んでるんだったら部屋余ってるでしょ、部屋借りていいと彼女が言ってきたのが前回の動画になります。そして今回の件、結論から先に申し上げますと、今回の同居の話はなくなりました。一瞬同居の話になった時、動画のネタとしては面白いなと思ったのは事実です。それからは夜にその女性から今帰ったよという LINE が来るようになりました。うちら付き合ってたっけ？そして毎回の会話の締めくくりはおやすみ、うちら付き合ってたっけ？そんなやりとりがしばらく続きました。また彼女からは本気で部屋開けておいてねという LINE も来ました。向こうは来る気満々です。動画のネタとしては面白い。でも実際に一緒に暮らすことを想像するとなかなか OK と私は言えないでいました。私の不安要素としては、もし金品がなくなったらどうしようとか、付き合ってる人との同棲なら私の財布から現金がいくら減っても問題はありません。また逆にその女性から物がなくなったと言われても困ります。ちょっと私の下着5枚くらいないんだけどと言われても私は困ります。万が一関係がギクシャクした場合、お互い逃げ場がないじゃないですか。彼女にすぐ出てってというわけにもいかないし、それに私にはこの YouTube があります。撮影はほぼ自宅のこの自分の部屋で行ってます。もし一緒に暮らしたら私はどうやって撮影したら良いのか。はい、 YouTube オーノマン TV のオーノマンですと小声で撮影しますか？この動画に対して本当にたくさんのコメントをいただきました。ありがとうございます。同居賛成か反対かの割合はほとんどが反対でした。こちらの方は DOUTEIOU 童貞王と呼んだらよろしいでしょうか。この童貞王さんは見知らぬ女性と一月同居したことがあるそうです。私よりすごいじゃないですか。でもそんな童貞王さんは二度と同居はしたくないと言ってます。そうですよね。大事なのは自分がストレスを感じながら暮らしては元も子もないということではないでしょうか。私のチャンネルをよくご覧になる方は私が几帳面な性格なのはご存知だと思います。私はある日その女性に〇〇さんはガサツなんでしょかっこわらと LINE すると、なんで知ってるのと返ってきました。ではなぜ私が最終判断を決めかねているのかというと、もしかしたら一緒に暮らしたら何らかのラッキーハプニングが起こるかもしれないと私は思ったからです。過去に実際飲み会の席で酔っ払った彼女は私にチューしようと言ってきたことが
1回だけありました。店内で。基本彼女は酔うとたちが悪くなります。周りのえという視線もあり、私はその時チューはしませんでした。でも私の心の中には、あの時チューしとけばよかったという気持ちもありました。男と女が同じ屋根の下で暮らしたら、もしかしたら私と彼女のあそことあそこがくっつくことがあるかもしれない。私はそう思ったのでありました。でも私は数日経ってから同居はやめておこうと彼女に LINE しました。ラッキーハプニングよりもデメリットの方が勝ってしまいました。私は NHK のチーフディレクターとは違います。彼女からは一言分かったという返事が来て、それからはただいまの LINE も来なくなりました。それなので大沼、これからも一人暮らしをするというお話でした。ということで本日の動画は以上です。もしこんな女性との生活よりも自分の生活を優先させた中年男性に興味のある方はぜひチャンネルの登録をお願いします。それでは皆さん、バイバイ。